皆さんこんにちは。日本人が日本語で話す日本語の勉強がしたい人のためのポッドキャスト、日本語ジムへようこそ。今回も JLPT-N1 の耳で覚える JLPT-N1 に合格したいあなたのためのポッドキャストです。 N1 って本当に難しいですよね。でも大丈夫です。今日は4問の N1 問題を一緒に解いて楽しく勉強日本語を覚えていきましょう。あまり勉強っていう単語を使いたくなかったので今変えてみました。では早速第1問目。この文に入る最も適切な言葉を選んでください。彼は何事にも動じないまさにな人間だ。1、没頭。2、大然。3、漠然。4、斬新。正解は2番大然です。ちょっとこれ日本人でもなかなか難しい単語で、僕は生きてる中でこの単語を使ったことないです。会話の中でたまに文章として見るかなっていうレベルの単語です。で、解説なんですけど、大然とした態度とは落ち着いていて動じない様子を表します。まさに文章通りの意味になってますね。言葉の意味が分かっていれば、すぐに分かる問題になってました。ではそれぞれの単語の意味を解説していきます。没頭は何かに夢中になることを言います。これは簡単だと思います。日本語の勉強に没頭するとか言います。で次、漠然。これははっきりしないっていう意味です。漠然とした夢がある。例えば、お金持ちになりたいなとか、美女と結婚したいなみたいな漠然とした夢で、次最後が斬新。これは新しくて目新しいっていう意味ですね。なんか最近思ったんですけど、こうやって日本語の意味を日本語で説明していても結局翻訳つけるんで、自分の言語で斬新っていうのはこういう意味だったのでって分かるのに、僕がまた改めてこうやって日本語で新しくて目新しいっていう意味ですっていう説明する必要があるのかなと思ったんですけど、一応ね、これ耳で覚えるポッドキャストっていうことなんで、できるだけ日本語を喋っていきたい、日本語で言葉を覚えてほしいっていう意味で日本語を日本語で教えています。じゃあ次の問題、文法問題です。彼の言動は社会的にもので非難されて当然だ。1、許されざる。2、許されない。3、許さざる。4、許されるべき。はい、正解は1番許されざるです。 N1 によく出てる表現、何々ざるを得ない、何々ざるものという古い言い回しですね。何々ざるっていうのは何々ないの文語的表現で、許されざるイコール許されないですが、硬い表現なのでニュースや文章で多用されます。なので会話で使う言葉ではなくてニュースとかで、さっきの説明通りですね、会話で使う言葉ではありません。でポイントなんですけど、選択肢3の許さざるは間違いです。何々ざるは動詞の未然形にしか使えません。許すは未然形が許さではなく許されなのでダメっていうことになります。ちょっと今回これ文法の問題なので文法的に説明しちゃったんですけど、今のところは正直ただ単に説明しただけなので、これを覚えなきゃと思わなくて大丈夫です。重要なのは僕が今こういう風に喋ってる言葉、これの自然な表現なので、僕の日本語っていうのはそうですね。
でこの自然な表現をスッとインプットしていった方がいいです。こういう文法的な説明は覚えなくても大丈夫です。なんで今説明したことが難しいと思ってても当たり前です。難しいんで、そういう説明は日常会話を覚えていきましょう。ということで問題3番。次は聴解です。耳のトレーニングです。この前のプロジェクトなかなか大変だったね。本当に。特にクライアントとの交渉は難しかった。でも最終的にうまくいってよかったよね。うん。結果オーライってやつだね。質問。2人の会話から分かることは何ですか？ 1、プロジェクトは失敗に終わった。2、クライアントは満足しなかった。3、交渉は簡単だった。4、プロジェクトは成功した。答え。4番、プロジェクトは成功した。解説です。女性の結果オーライという言葉に注目です。これは途中で問題があっても最終的にはうまくいったという意味です。だから成功したが正解です。ちょっと今回のリスニング聴解問題はマニアックな単語が出てきましたね。それがこの結果オーライっていう言葉で、なかなか単語帳とか教科書には出てこないんじゃないかなって思います。ただやっぱりこの言葉めちゃくちゃ使うんですよ。ただの JLPT N1 の教科書参考書だと出てこないんじゃないかなと思います。なのでこういう普段使う言葉を JLPT N1 と題して出しているんですけど、こういったね本当に使う言葉、日本人が本当に日常的に使う言葉を自然な文脈で出せる、それが真の言語上達です。何回も言うんですけどね。でこの結果オーライっていうのはオーライ、英語ですね。それをカタカナにしただけっていう、なので覚えやすいかなと思います。最後4番、読解の問題です。最近働き方改革が進められているが現場の声は多様である。長時間労働が減ったと歓迎する声もあれば、業務量は変わらず負担が増えたという懸念もある。いずれにせよ改革の目的が形骸化しないことが重要だ。筆者が最も伝えたいことは何ですか？ 1、働き方改革は成功している。2、業務量は減っていない。3、改革の意義が失われないことが大切だ。4、労働者は歓迎している。答えは3番、改革の意義が失われないことが大切だ。解説です。本文の最後に形骸化しないことが重要とありますね。この形骸化っていう意味が意味のない形だけのものにならないようにという意味です。つまり本質を忘れずに改革を続けようということです。ちょっと難しかったかなって思います。なんか最後の文章だとさすが N1 の文章問題と言わんばかりに難しい単語、専門的な単語が出てきますね。ただやっぱりこう見てると全然難しいものじゃないし、できて当然なものだと思っています。日本で働きたい、日本で住みたい、日本語マッチョになりたいっていう方であれば、もうなので本当に頑張っていきましょうとしか言えないです。僕も頑張ります。英語と韓国語まだまだ全然なので僕も頑張ってるんですけど、もう頑張ってください。で最後ちょっと説明したいんですけど、働き方改革っていう単語があるんですけど、日本でよく今流行ってます。働き方改革。これは昔の日本人ってすんごい働いてたんですよ。もう朝から晩までずっと休みなく、暑い時も寒い時も
めちゃくちゃ働いてたんですけど、最近そういった働き方は良くないよねっていうことで、労働時間を短くしたり、ちゃんと休み取れてくださいよとか、劣悪な環境の会社には、経済的に罰を与えたりっていうことをやっている。賃金アップとかもそうですね。それが働き方改革です。はい、ということで皆さんどうでしたか？今日も楽しく N1 の力を少しずつ伸ばすことができましたでしょうか？今回の JLPT-N1 ポッドキャスト良かったと思ったら高評価をお願いしたいんですけど、なんかね、自分に対しての質問とか、ここどういうことなのとか、説明の仕方こういう風にしてくれたら分かりやすいよっていうコメントあったら、ぜひ本当にコメント欄に残していってください。いつも僕コメント欄見てるんですけど、3件とか2件しかなくて寂しいんで、もう見た人全員、ここまで見た人は全員コメント欄に残してください。本当に義務です。これは義務なんでお願いします。あとはチャンネル登録お願いします。はい、この番組では毎回4問の N1 問題を楽しく取り上げていきますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、今日も日本語を勉強して頭パンプアップしたと思うので、これで終わりにしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。